はい、おしろさん、ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めまして、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。おしろさん、まさに新年ということで、いろいろ行事ごともあると思いますけども、今日も撮影よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、仏教的視点で見る2025年の生き方っていうテーマなんですけど、2025年は世の中的にもいろんな変化が起こると予想されてるんですけど、仏教的な視点も踏まえて私たちがどのような生き方を変えたり何に気づいていくべきだとか、そういう視点で見るとどうお考えでしょうか。煩悩っていう言葉がやっぱりその仏教と結びつく言葉なんじゃないかなって思うんですよね。よく皆さんご存知なのは108の煩悩っていう、だから108つのね108の鐘を大晦日についたりとか、行く年来る年みたいなね番組でよくやってるんですけども、やはり煩悩を打ち消すために鐘を鳴らしたりするのと一緒で、昔なんかは例えば鈴をぶら下げてたりして、その鈴の音とともにその煩悩をリセットするっていう、そういうおまじないみたいなものもありましたし、あとはその煩悩を除去するっていうのがやっぱり幸せになるっていう、幸せを獲得するとか、悟りを得るとかね、そういったふうに言われてたんですけども、煩悩の中でもそんなたくさんも生きてる限り人間っていうのは煩悩っていうものあると思うんですよね。でもその煩悩の一番代表的なものが、三毒って言われている貪嗔痴の煩悩って言われてるんですね。これは身と口と心より生ずる毒って言われてて、日頃の行いがいいとか悪いとかっていうのがあると思うんですけども、身体性、要はこの身から起きてくる、行動によって迷惑をかけたりとか、行動によって誰かを苦しめたりとかする身体性の毒と、そして、口ね、口は災いの元ってありますけども、やはり悪口を言ったりとか、そんなつもりではなかったのに放った言葉が人を傷つけたりとか、そしてあとは心の中でね、いろんなマイナスの思いとかがあると、マイナスの言葉が出たりとか、マイナスの行動を起こしたりとか、ネガティブなことによって周りに迷惑をかけたりとかって、こういった身と口と心より起こってくる、災いがあるんですよと。でそれを煩悩というわけなんですけども、それと三毒っていうのは貪嗔痴って言われている煩悩で、108煩悩がある中のね、それを言い出したらキリがないんですけど、その中での三毒っていう煩悩があって、貪っていうのは欲望ですよね。欲には限りがない。もちろん欲なければね、人間というのは生きてない状態だと思いますんで、欲することっていうのは悪いことではないんですけども、欲しすぎるとやはりその欲には限りがないんでね、小欲知足っていう言葉があるんですけども、これはよく少なからずして足を知るっていうことですよね。お腹いっぱい食べ過ぎちゃってお腹壊してから気がつくよりも、腹八分目っていう言葉があるのと一緒でね、ある程度自分の中にやっぱり控えめに、何事も控えめにっていうように、少ない方がやはり気づく、少なくて気づく方が、自分が学べることが多いんじゃないかなって。食べ過ぎちゃってとか遊び過ぎちゃってとか、そういっても欲にはキリがないんでね、もっともっともっとって求めてると、それが苦の原因になってくるっていうね、そういった欲、貪るっていうことですよね。そして、嗔っていうのはやっぱり怒りとか妬みとか恨みとかっていう、マイナスの感情、特に怒りの感情って言われてますけども、腹が立つとかね、ムカつくとかね、そういった怒りに振り回されてしまう。で、知っていうのは愚痴でもあるし、特にその無知っていう言葉だと思うんですよね。やはり自分が知識がないがゆえに腹も立つし、知識がないがゆえに不安にもなったりとか、知恵があったらもうここは乗り越えられるところを、知恵や知識がなくって自分が足りないから、そういったところが分からなかったり、周りに迷惑をかけたりしてしまうって言われてるように、貪嗔痴っていう三毒とも言われます。こういった煩悩をね、やっぱり乗り越えていこうかと。一番身と口と心より出る行動、そして言葉、そして意識っていうものをもっと大切にできる一年にしていただけたらなと思うんです。だから例えば、恐れなんかもそうですけども、やはり妄想っていうのがありますよね。もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとか、もしかしたらこういうこと言ったらああ言われるんじゃないかとか、こういうことやったらこうなってしまうんじゃないかとか、そういったのが自分の中より恐れを生み出してくるわけです。
だから恐怖っていうのは誰かが与えるものよりも自分のその観念の中で作り上げてしまうものなんですよね。だから自分自身に負けてしまうと恐れに飲み込まれてしまうとか不安とかに飲み込まれてしまうとか、先ほどのトンジンチのね人怒りに振り回されてしまうとかって、例えば大好きな彼女ができたとかね、大好きな彼氏ができたっていう時にもっともっと好きになってほしいとか、もっと愛してほしいとか、もっと大切にしてほしいとか、だからそういった欲がどんどん加速していきますよね。そうすると思い通りにならなかったら今度は怒りが生じてくるわけなんですよ。で怒ってしまって結局迷惑をかけちゃったりとか、でそれが無知のゆえに苦しめてしまうとかね。でもそこで、そういったことがないように自分の中で生まれてくる妄想や恐怖。去年はね闇っていう言葉が最後になったら闇バイトとか闇のっていうそういった闇というのがね流行したっていうかね、なんかそういったやっぱり悪い事件が起こりましたんで、そういったことが耳にするようになりましたけども、そういったその闇の世界を作り上げてしまう自分の心意識があるんだよと。だからそこの恐怖をどう乗り越えていくかっていう、そこのところがこの2025年は、特に大切になってくるんじゃないかなって、そのためには自分の恐れを克服してほしいなと。もしかしたらこうなってしまうかもしれないっていう妄想よりもこうするんだとか、こういうことを実際挑戦ですよね、チャレンジしようかなとかね、そういったことをどんどん行動に移していけるような、そのために実現するためにいろんな知識や知恵を学んでいただくっていうような1年のスタートを切っていただくことが大事なんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。これからのでも特にそうなんですけど、情報っていうのがたくさんあって、得れる情報はたくさんあるんですけども、学びにならないというか、全く自分の、学びにならない情報を取らされてるみたいな、結構そういう世の中的な部分もあるんですけど、やっぱりより情報が多い頃こそしっかりと分けてやらないといけないって感じですかね。そうですね。だから考えすぎて行動に移せないとか、なんかこう人に合わせすぎてるところがあるとか、なんかこう、悪く見られたくないからとか、どうしてもやっぱりそのはみ出そうっていうか、そのはみ出す勇気っていうのがない人が多くなった気がするんですよね。やっぱり個性ってすごく大切だと思うんですよ。だから自分の個性をなくすほど人に合わせていけるっていうのも大変だと思いますし、振り回されてしまうとか、それ以上に我慢してしまうっていうことになってくると、自分らしさっていうのがどんどんなくなってきてしまうような気がするんですよね。もう気がついたらなんか自分らしく生きてないよなとか、特に最近そのご相談ではやっぱ自分らしさって何なんでしょうっていうご相談がやっぱ多い。でそうじゃなくって特に今年はね、その自分らしくっていうものをこう目標に持ってもらった方がいいんじゃないかなって、もちろんはみ出す勇気っていうのは必要だと思いますよ。で合わせることって大切ですけども、合わせすぎてると自分らしさなんて失うと思いますし、自分がやりたいことや目標や目的っていうのをね、しっかりとこうやりたいことに挑戦してもらう、そんな1年のスタートを切ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。そうですね、まさにヘビ年ということで脱皮っていう一つのキーワードでもあると思うので、そういう意味では新しい殻を破る年にも適してるとも言えるですかね。そうですね、適してると思います。去年は特にね、こういろんなことが目まぐるしく変化した年だったと思いますし、悪いこともどんどんね、いいことも含めて何かこう見えないところから変わっていってたような年だったんで、見えなかったものが見えるようになってきてた年だった。いいことも悪いこともね。ならば今年は特にね、その殻を破ってほしいなって。蛇が脱皮するのと一緒で、観念の殻っていうのはそれぞれあると思うんですよ。でもそれっていうのは先ほどの貪嗔痴の煩悩ではないですけども、自分の得てきたノウハウの中で考えているだけの問題なんですね。だからはみ出そうと思うとやっぱりそれなりの知恵や知識って必要だと思いますし、ということはやっぱり、それができてる人とか、そういった先輩とか先に進んでいらっしゃる方、自分がなってみたい、こうしてみたいっていう、それを成功していらっしゃる方っていうのはたくさんいらっしゃると思うのでね、やっぱそういう先輩たちからのアドバイスをね、しっかりと聞いていただきたいなと思いますし、耳で聞くだけっていうよりも認識してほしいなと。やっぱりよく理解できるっていうことは、人の言うことを聞くっていうことは理解することやと思うし、腑に落とすことやと思うし、でも認識するためにはとりあえず動いてみるっていうことってすごい大切だと思うんですよ。やっぱり聞いてるだけとか、聞いたことあるよとか、
分かってるつもりとかできてるつもりなんですけどって言われる方結構多いんですけど、でもそういったことっていうのはまず分かってないっていうことだと思うんで、やっぱりよく理解する、よく、ね、認識できる人になってもらいたいなと思いますし、やっぱりできないこと、今自分ができないことでもできてる人はいますよと。だったらそのできてる人からいろんな情報を得たりとか学ばせていただくことによってできなかった自分ができるようになっていく。至って多分シンプルだと思います。でもそれを自分の考え方、今までの考え方の中でできないとかやれないとか、そんなこと言われても私には無理ですっていう、枠の中に入り込んでしまっている方が結構いらっしゃると思いますんで、そういったものをはみ出す勇気をぜひ持っていただける1年のスタートにしていただけたらなと思っております。ありがとうございます。今年1月19日にも、開運新年会ありますので、まさにヘビ年、昨日との見年として1年をスタートするための一つの行動とも言えるのかなと思うんですけども、そちらもぜひご参加いただけたらなと思います。はい、ぜひ皆さんご参加していただきたいと思います。はい、では本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとか、もしかしたらダメかもしれないとかって人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。